おはようございます。めぐりかみたいちです。今日は生のうなぎを使ってオンギユフリトアラアングレーズを紹介します。あと横に添えてあるソースはソースレムラードといって現代でいうソースタルタルによく似たソースになります。今回は小さめにして一口大にしています。カナッペのような感じで食べたら非常に美味しかったです。もちろんもう少し大きくしてメインに出しても十分美味しい料理です。今回使ったうなぎは生のうなぎをさばいてもらった状態のものを使っています。もし家で生きたうなぎをさばくと大変だと思いますので、魚屋さんに頼んでおろしてもらってください。それではオンギユフリットアラアングレーズ一緒に作っていきましょう。今回うなぎの皮は外しますけども、よくおろした後ぬめりは取り除いてください。ぬめりが身の方についたりすると泥臭さが増してしまいます。このように尻尾の方から包丁を入れて、包丁と皮を前後に互い違いに動かしながらこのように皮を剥いていきます。このように皮をきれいに剥いだら、この後長さ6センチぐらいで均等に切っていきます。この時サイズを大きくしたいのであればもう少し長くしても構いません。今回は一口大にするために6センチぐらいの長さに切り揃えていきます。この後1センチぐらいの幅でバトネに切り揃えていきます。切り揃えたらボウルに入れて汗止めしていきます。白胡椒を、あとレモン汁、あと最後に白ワインを入れます。この後よく混ぜて1時間ほど冷蔵庫でマリネします。あくまでもこれ味付けのマリネというよりかは臭みを取るためのマリネです。マリネしている間にパン粉をつける準備をします。このパン粉をつける作業をパネアラングレーズと言います。この時卵ですけども、塩コショウできっちりと味をつけてください。汗染めをしてください。その後卵のコシを切るような感じできっちりと卵を混ぜます。それではパネアラングレーズしていきます。先ほどマリネしたうなぎを紙などできっちりと水分を取ってからまず粉につけます。粉につけるときはよく粉をつけてよく払ってください。よく粉を払い終わったらその後卵に入れます。卵もよくつけてよく卵の水分を切って、あとはパン粉に入れていきます。次パン粉をつけるときはこのようにパン粉をまぶして、その後によくギュッと握ってパン粉をつけます。パネした後に冷凍保存していても全く問題ありません。それでは揚げていきたいと思います。油の温度は170度から180度の間で美味しいきつね色になるまできっちりと揚げていきます。もちろんこれはフレッシュ、パネをした後すぐそのまま揚げていますけども、冷凍から入れてもだいたい同じぐらいの時間で火が入ります。もちろんこれサイズが一口大で小さいので、だいたい 2,3 分、2分半ぐらいできっちりときつね色に上がって中まできっちり火が入ります。揚げる時のコツですけども、入れた後しばらくあまり触らない方がいいです。触ってしまうとパネしているパン粉が剥がれてしまいますので、ある程度待ってからこのようにひっくり返してください。
あと鍋のサイズも結構重要になってきます。あまり小さすぎていっぱい揚げるものを入れてしまうと温度が下がってきれいに揚がりにくいです。それと揚げてる最中はこのようにこまめに出たパン粉のカスを取り除いてください。美味しそうなきつね色になってきたので引き上げていきます。この時1個ずつこのようにきっちりと油を切ってから網の上に置いていきます。この作業をせずに網に置いていくと結構油が残っていて油っこくなってしまいます。なのでこのように1個ずつきっちり油を切ってから網の上に置いていきます。そして最後のポイントです。揚げ物は熱いうちにきっちりと塩をしてください。そうしないと塩味がフライの上に乗りません。それでは盛り付けていきます。温かいお皿に先ほど揚げたうなぎを置いていきます。この時ですけども下に天ぷら用の紙もしくはきれいに折ったナフキンを置いても構わないと思います。あと横にソースとレモンを添えて完成です。今回ちょっとアクセントに上から白胡椒を振っておきました。またきれいに折るナフキンの折り方は他の動画で紹介したいと思います。今回のソースはソースタルタルに見えますけどもソースレムラードといってタルタルに似た美味しいソースになっています。また作り方は動画を上げますのでそちらを参考にしてください。あとこの料理うなぎの味、悪く言えば泥臭さが多少残っているところにこのソースレムラードが非常にあってとても美味しいです。もちろん熱々で周りがカリカリでアペリティフにはもってこいでした。ぜひ生のうなぎが手に入れば挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。